こんにちは、青木です。下関にいます。ここは本州最先端の大ターミナル下関駅でございます。はい、ということでですね、もう九州目と鼻の先の下関に今いるわけなんですけど、今からですね、福岡にですね、今日泊まるホテル福岡にあるので、そこに行きたいと思うんですが、下関からね博多駅とかに行こうとすると、電車の場合ね、1回小倉駅で乗り換えたりしないといけないんで、ちょこっと面倒くさいんですけど、なんとですね、下関から福岡の博多駅とか、そして天神とかまでですね、1本で行ってくれる高速バスがあるんで、今回それにですね、乗ってみたいというふうに思います。今日ご紹介するのは高速バス福々号です。はい、めちゃくちゃ縁起が良さそうな名前なんですけども、この辺でフグのこと福っていうので、そこから来てるんじゃないかなというふうに思います。で、このバスなんですけども、この下関駅からも乗れるんですが、唐戸市場とかですね、その下関の都心からもですね、中心地からも乗ることができるんで、非常に便利なんですよね。その辺も含めてご紹介できたらと思います。では乗り場なんですけど、このね路線バスのターミナル、ここからはですね出ないんですね。この駅ビルのリピエっていうのを通り抜けたところにあります。はい、この中お手洗いとかもありますので、バスに乗る前にね、だいたい1時間半ぐらいで着くので、在来線で行くよりちょこっと早いかなぐらいな、そんな時間で着けます。で、値段もですね、在来線で行くのと同じぐらいね、JR の在来線で行くのと同じぐらいなので、僕よく使ってるんですよね。下関から福岡都心行くとき、本当乗り換えなしで、しかも座れますんでね。さあ、と言ってる間にここですね。はい、こちら高速バス乗り場って書いてありますね。そう、ここでね、結構地味な場所にですね、乗り場が設置されてるんですよね。あそこがですね、乗り場になってるんですけども、このバス、予約なしで乗ることができます。で、しかもイコカなどの IC カードを使うことができるんで、本当路線バスに乗る感覚で、乗ることができる、非常にですね便利なバスなんですよ。はい、来ましたね。こちらに乗ってまいりましょう。福々号ですね。発車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。福岡天神行き高速バス福々号です。さあ、バスは下関駅前を出発しました。そして早速見えてくるのがカンプフェリーです。奥にね、大きな船が見えていると思いますけども、これはですね、ここ下関と韓国プサンを結ぶ国際航路になっております。で、すぐ近くにその乗り場があるわけなんですけども、高速バスから外国に行く船を見るっていうのね、なかなかない経験だと思いますよね。カンプフェリーを見たらすぐね、奥の方に背の高い建物が見えてまいりました。これがですね、海峡夢タワーと言いまして、ここはですね、私青木がおすすめする絶景観光地でございます。関門海峡を挟んで本州と九州を見渡すことができる素晴らしい展望室がですね、この建物の中にございます。さあ、海の向こうに山が見えてまいりましたが、これが今から行く九州でございます。いや、こんなにですね、本州と九州が近いところにあるんだなっていうのを分かっていただけるんじゃないかなと思います。それが下関でございます。で、バスはもうすぐですね、唐戸に停車します。唐戸といえばですね、唐戸市場とかですね、あと水族館の海峡館ですね。はい、大阪の皆さん、海遊館じゃございません。海峡館というですね、水族館の前を今通っておるわけなんですけども、その辺りからも乗車できる JR だとね、電車だともう下関駅一択になってしまうんですけども、この高速バスだとですね、唐戸を含めましてこの下関の4カ所から乗ることができるっていうのがね、すごいいいところだと思います。さあ、そして今から九州に渡っていくわけなんですけども、めっちゃ登ってますよね。今から関門橋という橋を渡っていくわけなんですけども、この橋、下に船をね、大きな船を通さないといけないということで、結構高いところにあるんですね。ですのでこうやって登っているわけなんですけども、関門橋にたどり着きました。そして本州と九州を分けている関門海峡の景色を今ご覧いただいております。そう、この景色が見れるっていうのがね、福々号の一番いいところだと言っても過言ではないかなというふうに思います。では九州に渡るところをノーカットでお楽しみください。
さあ九州に上陸しました。で九州側もですね高いところにあるので、こんな感じで山がちの景色になって、橋を渡ってすぐですねトンネルに入るんですよね。さあそしてだいぶ走りましたが、あれから1時間ほどでですねバスは目的地の福岡市内に入ってまいりました。こうしてですね海沿いの倉庫とか工場とかを見ていただいてますけども、福岡市の特徴としてですね高速道路が海沿いを走ってますので、こうした形で工業地帯を車窓に見ることができます。まもなく倉本です。これ見てくださいよ、海沿いにどんだけ高速道路交わってんねんってね突っ込みたくなりますけども、これがですね福岡の特徴でございます。そして次の停留所倉本で私たちは下車をします。さあ福岡の町にやってきました。ここは倉本という途中のバス停です。このバス天神行きなんですけど、終点まで乗らなかったです。というのはね、今回の目的地博多駅なんでね、この複々号でもって博多駅に行く方法っていうのは3通り主にありまして、終点の天神まで乗って、そこから地下鉄で博多駅まで行くやり方。もう一つはですね、今乗ったの天神行きなんですけど、1日に数本だけね博多駅行きのやつがあるので、それに乗って博多駅に行くというやり方で、もう一つがこの倉本っていうバス停で降りて、でそこはですね博多駅行きの路線バスに乗り換えるっていうやり方があります。でさっきのバス天神行きってこともあるんですけど、天神の方回ってるとね遠回りになっちゃうんで、この倉本って比較的博多駅に近い場所にあるんですよ。で、ここから路線バスもたくさん出てて、運賃も150円なんでね、なのでちょっとプラスにはなりますけども、ここから博多駅に行くのがね一番早いかなというふうに思っています。で、その博多駅行きのバス停はここに交差点あるんですけど、これをね横断歩道を渡って右に行ったところにあるそうです。はい、横断歩道を渡ってきました。で右に曲がって、これがですね博多を代表する、福岡を代表する大通り、太白通りでございます。で奥にねちらっと博多駅見えてるんですよ。そう、この太白通りすんげえまっすぐ伸びてる、北海道の道みたいにねまっすぐ伸びてるんでね、もう博多駅がめっちゃ近いってことがよくわかりますよね。さあこれがバス停です。はい、でこのバス停からも博多駅行き出てはいるんですけども、もう一つですねあそこに交差点がありまして、それを渡ったところにもバス停があります。呉服町っていうバス停だそうなんですが、そこからの方がねバスが多く出てるそうです。なのでもうちょっと歩きましょう。一応ここに地下鉄の駅もあるんですけど、ここから出てる地下鉄は博多駅に行かないんですね。直通はしていないので、ここに明治通りっていう大きい通りが通ってまして、これをまっすぐ行くと天神の方に行けるんですけど、ここを曲がって博多駅に行くバスっていうのが多数設置されているので、なのであっちにあるバス停の方が本数が多いんですね。はい、向こうにありますね。いやなんか福岡とは思えないほど道が広いですね。なんか福岡っていうより札幌にいるみたいですね。はい、明治通りを曲がってやってきましたね。博多駅行きのバスです。はい、5分ぐらいで博多駅到着しました。すごいな、バス渋滞しとる。はい、いつもの博多駅の景色を見ていただいております。ということで今回は山口県下関、本州最先端の町下関から福岡までの高速バスをご紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。いやもう福岡も下関も大好きな町なんでね、あのバスは本当今までそうですね 5,6 回は使ったことある、そういう便利な交通機関になっていますのでね、今日皆さんにご紹介できてすんげえ嬉しいなと思っております。で下関駅からの所要時間がだいたい1時間半から1時間40分ぐらいでして、で運賃はですね通常で1700円でした。下関からね、博多駅まで一番早く行く方法として小倉で新幹線に乗り換えるっていうやり方があるんですけども、それを使うと乗り継ぎがいいと45分ぐらいで来れます。今の半分ぐらいの時間なんですね。でもお金はですね2000円超えしますね。2100円か200円ぐらいしますね。在来線だけで一番早く行く方法っていうのが小倉で特急ソニックに乗り換えですね。それを使うとですね特急料金とかも入れて、これもだいたい2000円超えぐらいするんですね。で時間は1時間15分か20分ぐらいで来れる、そんな感じになっています。なので、電車使った方がね正直早かったりはするんですけども、
これがね唐戸から乗ったりね天神で降りたりとかそういうことになってくると別ですよね。電車で来る場合は博多駅から地下鉄に乗り換えたりとかねいろいろやらないといけないし、あと下関側でもね唐戸市場から下関の駅のバスで行くとかそういう手間がね電車だとかかりますので、それ考えるとねこのバスって本当にね便利なんじゃないかなと思います。値段もねそう高くないし往復割引とかもあるのでね、福々号を使って快適な旅をしていただければと思います。ではご覧いただきましてありがとうございました。